わあ、いいわ。いい。すげえいい。はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カッカカシノピーです。今回は、ちょっと前に、こういった商品を紹介しました。何かというと、ホイールを洗う用のミットっていうのかな。通常、ボディを洗うようなミットっていうのは、指全体が入る、もっと大きいサイズのミットなんですけども、これは小さいサイズの指4本ぐらい入って、ここに穴があるんですが、なんか紐みたいなやつね。ここに指を通して、ホイールの表面っていうのかなをこう洗っていく。そういったミットなんですよ。で、僕前々からこういったものを探していて、ピッコフィンガーっていうやつかな。これ購入したんですよ。2個で1800円ぐらいでした。その時動画でいいんだけど、ちょっと遊びがあって使いづらい部分もある。けど、スタメンはスタメン。いや、ベンチ入りかなみたいな、そんな話をしたんですよね。で、ついこの間、東京オートサロンに行ってきたんですよ。いろんなブースがあって、ぐるぐるこう回ってる時に、これの僕の求めてたやつをついに見つけてしまいました。それがこちら、It's Win のホイールミット。僕がね、このピコフィンガーで、ちょっとなって思っていた部分を全て叶えてくれた商品ですね。オートサロンで手に取って触ってみたんですよ。実際にはね、使ってないんですが、手に入れた感じ、はい、もう即スタメンですっていう。それぐらいね、フィット感が素晴らしかった。で、この商品、スパシャンが輸入販売元みたいです。韓国のメーカーなんだけども、めちゃめちゃ安い。物いいのにめちゃめちゃ安い。これなんと690円です。オートサロンだったら600円で買えたのかな。けど通常価格は690円。普通にピコフィンガーより安いんです。何がいいのかっていうところを今回紹介したいなっていうのと、実際にはね、洗っていないので、実際に洗ってみてどんな感じなのかご紹介していきたいなと思います。はい、そしたらこちらがピコフィンガーですね。僕がちょっと使いづらいなって思ってたのが、この手を入れた時、指4本ぐらい入るんですが、ちょっとね、大きいんですよ。引っ掛けのこの紐みたいなのがあって、ここに親指を通すことできるんですが、親指通してもかなりこの紐が長くて、結局のとここうずれちゃうんですよね。だからホイールをこう洗ってても遊びがある感じ。しっかり洗えてないなーっていう感じがして、即スタメンっていう感じではなかった。最終的にこう手で持ってこう洗う方がまだいいな、これだったらなんか使えるなみたいなことでレンチ入りということだったんですよ。ちなみにこれ裏返すとこんな感じですね。特になんもないんですが、今回いいと思ったIt's Winのこのホイールミット、これ690円だとは思えないんですよ。ピコフィンガーの方はちょっと先端の部分丸み帯びていますが、It's Winの方は四角い感じですね。若干1センチぐらい大きいのかな。ここの部分特に何もないんですが、It's Winの方はゴムになってます。ここもゴム。こう指入れるところもこう指入れた時のこのサイズ感、手大きい人だとどうなんだろう、ちょっとちっちゃいって感じるかもしれませんが、ジャストフィットでこの親指しっかり止まってくれるので、こう遊びがないんですよ。引っ張んない限りこう出てこない。手がしっかりフィットしてくれる。この感じがたまらなくいい。で、今4本入れてるんですよね、指を。この中が縫われてるんですよ。わかります？ピコフィンガーの方は縫われてないので裏返しできるんですよ。こういう感じね。仕切りみたいなのが縫われてるので、これがまたね、フィットする。しかも今3箇所にこう分かれてるんですよ。で、指が1本1本2本で入ってるんですよ。ここ最後2本なんですけど、1本1本2本のこの分かれ具合がストレスない、ちょうどいい感じ。この指もちょうどいい、すごいフィットする。これめちゃめちゃいいよ。これがね、ほんとオートサロンで見つけて手入れられるようになってたんですよ。で、入れてみようと思って入れた瞬間に、はい、これです、はい、スタメンですと僕はそう思った。けど実際にね使っていないので使ってみようかなといった感じですね。すごいね、しっかりしてんだよね。これ690円、これ 2,3 個欲しいね。で手が大きい人からしたらちょっとねきついかもしんない。僕の手のサイズだとめちゃめちゃぴったり。とりあえず実際に外に行って使ってみようと思います。はい、そしたら洗っていこうと思います。
でホイールといったらこの面手前側とあと奥ですね、これをどううまく洗うかっていうことになってくると思うんですが、奥だけ洗って手前を洗わないっていう人は多分いないと思うんですよ。けど奥洗わないけど手前洗うっていう人はいるんじゃないのかな。だからそれなりにホイールを洗う時は奥より手前の方が皆さん重要視されてるのかなと思います。で今回紹介するのは、奥ではなく手前、奥も洗いたいので軽くちょっと奥洗っていきます。奥洗う道具としては僕はこのウィルソンの淡路立てモップ、もうちょっとね長ければいいのになと思う時もあるんですが、これがかなりしっかり洗えて使いやすいです。これもあくまでも奥ですね。手前側もある程度洗えるんですが、手前は手前で奥は奥、面は面みたいな感じで僕は洗い分けてます。長さが短いのでガシャガシャする感じがあるんだけどしっかり洗えるよね。で意外に結構入ってくれる。これ今キャリパーとホイールの隙間なんですが、これぐらいの隙間だったら全然難なく洗えますね。けどやっぱちょっと短いね、このホイールに対して。だからもう少し長いタイプも出てくれたらいいなとは思っています。でここじゃないんだけど、ここは一旦洗わせてって感じ。飛ばせばいいじゃんっていうね。はい OK です。はい、そしたらここで今回メインのミットですね。ピコフィンガーの方は黒もあったんですが、どっちがどっちだか分かりにくくなっちゃうと思うので、見てても分かりやすいように青を今回ちょっと使っていきます。泡にこうつけながらやっていくっていう感じですね。僕は意外にね泡少なめのビチャビチャで結構やります。洗ってみます。そしたら最初いきなり一つ瓶使ってみますか。ちょっとはめますね。結構ほんとしっかりしてるのではめる時もすんなりスポッっていう感じではないです。うわいいわ。ちょっと泡を補充してシャンプー液をつけて洗っていきます。こういうスポークの隙間だったりこの側面洗いたいんですよ。こうやってこの時にピコフィンガーだと緩くてずれちゃう。それなりに厚みがあります。もうちょっとね中になんかクッション入っててもいいかなとは思うんですけど、でもこれでも全然問題ないね。しっかり当たるし本当にいい。これ例えばピコフィンガーにしますね。ちゃんと親指も入れてこうやった時にこれ洗えてるように見えるじゃないですか。意外に手のこの可動はかなり動いてるんだけども、中で動いてるだけでピコフィンガーが意外に動いてなかったりするんですよ。緩いからそれをちょっと指で開きながらあんまり動かないように頑張るとまたちょっと疲れる。わかるかなこれ。内側から見た時の方が分かりやすいかな。置いてきちゃうんですよね、緩すぎて。今ちょっと大げさにやってますけど、でこの紐も緩いのでちょっと意味をなしていない。指を広げながら支えながらやれば動いてくれるんですが、これでも緩いかなっていう。でそれに比べてイッツビンの方はきつい感じあるけど中も手こう開いたりしてないです。このフィッティングがねすごいいいのでしっかり動いてくれる。この手が動かないんですよ。うわ洗いやすい。裏もいけちゃうね。このね操作性ってやっぱすごい重要。なんかいろんな洗車用品あって、それこそホイールクリーナーとか、いろんなの出てると思うんですが、僕はねそんなのよりしっかり操作性が良くて洗いたいところにしっかりアタックできる、そういったねツールがやっぱ欲しいので、そういったのをね開発をどんどんしていきたいなとも思うんですが、これはねここ最近の洗車用品の中でかなり僕の中ではすごいいいわ。けどこの辺の裏側は変な話ホイールブラシこういうのでも洗っていけるっちゃ洗っていけるけど、やっぱりこの棒がついてるだけで一つ操作性が悪いっていうか、当てたいところに当たらないってなった時にやっぱこういうのいいね。この間のピコフィンガーの時にやっぱ最終軍手じゃないのみたいなコメントあったんですよ。確かにね軍手、一番操作性いいです。いいんですけども厚みがちょっとなかったり手がねこうゴツゴツ当たって痛かったりするんですよ。けどこれだったらある程度はこの毛があるので手痛くなることもありません。なんかねその軍手操作性いいんだけどちょっと若干いまいちだし、やっぱ毛がこういう風にないので泡がねちょっといまいちなんですよね。こういうのだったら洗ってるうちにこう泡が立っていくので使いやすい。うわこれいいわ。で今までだったらもうほんと一番最初はねこういうスポンジとかこういうのを使って洗ってました。これもね悪くないんだけど、やっぱ手でこう押さえたりとかなんかしっかり当てたいところに当たんなかったりするんですよ。
当たってる感じあるんだけどね、こういうとこ分かります？ここの角、ここをねしっかり当てたいんですよ。これがなかなかね当たらずに、洗い終わった後にまだ全然汚れてるな、触れてもないなっていうことが結構あったりするんですよ。これのサイズ感を変えるかとかいろいろやりましたよ僕も。けどやっぱこれがいいな。もうちょっとね、これが最終形かって言われたら最終形ではないけど、今ある僕が知っているホイールの表面をこう洗っていくようなものの中では結構最終形に近いけど、これもねもうちょっとこうしたらいいなっていうのはね今使ってて思いましたね。洗いやすい。やっぱりこういう風にスポークがたくさんあるやつは手をねこうガシガシこう突っ込みながら洗っていきたいんですよ。で両面ついてるので、手のひらの面で左側洗って、手の甲の方で裏側をこう洗うっていうこともできるので、あんまね無駄に洗車に時間はかけたくないんですよ。しっかりやりたいけど、最終的に求められてくるのはやっぱ効率。まだ若干動く感じあるけど、ピコフィンガーに比べたらもう雲泥の差がね。中仕切られてるので手広げるんじゃなくてギュッとこう掴む感じ、こっちの方が抑えられて洗いやすいかも。いいわ。こういう風にねホイールをサクサク洗っていきたいんですよ。こういうところとかさ。結局やっぱその汚れの落ちる溶剤を使ったところで、ものによってはねこう水を吹きかけてパッと落ちるやつもあるんですが、やっぱりこすり洗いっていうとちょっと語弊あるかもしれないんですが、その汚れに触れるっていうことがやっぱ一番汚れを落とすために必要な行為だと思うんですよね。だからどんだけ優れた溶剤でも最終的にはその汚れにしっかり触るっていうことが重要になってくるので、疲れずにしっかり洗いたいところ洗えるっていう意味では、このイッツウィンのホイールミットこれはかなりいい。2、3個欲しいねやっぱ。っていうのも前にコフィンガーの時にもちょっと言ったんですが、こういったタイヤハウスのところね、こういうところもちょっと手を突っ込んで洗いたいなって思うんですよ。ホイールブラシとかでも結構洗えたりします、こういうもの。あとイージーディティールのもうちょい先が丸まってる、先まで毛がついてるやつあるんですよ、キノコみたいな。ああいうものでもいいと思います。これだとね先端がカバーされてるんだけど毛がついてないので、奥の方ガツガツやっちゃうので、手を突っ込めるような車種だったらやっぱこういうのでこう洗ってった方が楽なんですよね。わあいいわ、いい、すげえいい。この時やっぱね操作性だよね。最終的に物言うのは操作性だと思うよ。楽しいわ。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、イッツウィンのホイールミットを使ってみました。オートサロンに行った時にね、いろいろ展示されていて、これ欲しいんだよな、他のやつはどんな感じなんだろうな、みたいな感じで手を突っ込んだんですよ。そしたら、全然クオリティ高いじゃん。しかも金額が690円。その時、オートサロンだとね、600円で売られていたんですが、こんな金額であるの？正直、1500円でも買ってたね。僕は。それぐらい、ピコフィンガーが900円だとした時の想像できるこのクオリティの価格差で言ったら、僕は1500円ぐらいまで出せるレベルが690円。これはね、本当に目に見えて、ベンチ入りがスタメンになった瞬間、やっぱこのフィット感がね、いいね。けど僕の中でまだちょっとっていうのはあります。点数で言うともう95点ぐらいまで来てる感じはするんだけど、もうちょっとここねっていうのはあるんだけど、もう圧倒的余裕でスタメンです。なので、こういったホイールを洗うミット、こういったものをね、探しているっていう方は、ぜひおすすめですので、1個はね、買っといて損はないかな。僕はちょっと3つ4つ欲しいな。それぐらいびっくりした。価格以上のクオリティでね、若干引いたぐらい。なので、ホイールはやっぱ奥より、手前の方を洗う人多いと思います。いろんなスポンジでやってると思うんですが、スポンジもね、数百円とか、普通にしてくるじゃないですか。
そう考えたらこれ1個持っといて損はないと思いますよ。それぐらいのクオリティぜひ使ってみてもらいたいなと思います。逆にそのホイールの表面洗うツールなんかおすすめのものがあれば教えてもらいたいなといった感じですね。今のところこのイッツウィンのホイールミットと、あと僕はウィルソンの奥まで洗えるホイールモップだっけな、あれが個人的にはおすすめ。要はスタメンですね。あれないとちょっと洗車きついなっていうぐらいちょっと依存しそうな商品になっております。そんな商品をね、僕もね、常日頃探しているので、いろんな商品使ってる人たくさんいると思います。ぜひ僕に教えていただけたらなと思います。今のところね、っていう風に思ってる方もぜひね、こちら、イッツウィンのホイールミットを購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週